福原君江の短編音楽と物語の世界。雲の上の音楽家。静かな夜、屋上に上がったら雲がゆっくりとグランドピアノの形に変わっていた。鍵盤は白く、蓋を開けると星が並んでいる。看板は雲上音楽家メロディー。演奏者は長いマフラーを巻いた灰色の猫。無言で椅子を引いてあなたを隣に座らせる。今日はどんな曲を聴きたい？心の奥にしまってある聴けなかった曲。猫がそっと鍵盤に爪を置く。最初は静かな低音。去年の別れ。言えなかったありがとう。忘れようとした痛み。徐々にメロディーが上がって子供の頃の笑い声。初めての恋。誰かと手をつないだぬくもり。曲の途中で猫があなたの手に自分の手を重ねる。一緒に弾く。下手でも音が外れても猫は止まらない。最後の和音が鳴り終わると雲のピアノが少しだけ震えて小さな音符の粒が天井に昇っていった。これ君の曲だからいつかまた続きを弾きに来て。楽譜の代わりに渡されたのは一枚の五線譜のしおり。音符はまだ何も書かれていない。雲のピアノがゆっくり鍵盤を閉じる。目覚めたら枕元に白い五線譜のしおりが一枚。朝の光に透かすとかすかに昨夜のメロディーが聞こえた。今夜も胸に残る音があるなら屋上へ行ってみよう。雲の上、音楽家はまだ椅子を開けて待ってるから。雲の上の遊園地。夏の終わりの夜、屋上に上がったら雲が色とりどりの風船になって浮かんでいた。その奥に小さな観覧車がゆっくり回っていた。看板は雲上遊園地ドリーム。案内人は耳にリボンをつけた白いウサギ。いらっしゃい。今日はどの乗り物に乗りますか？子供の頃に戻りたい。ウサギがチケット1枚切ってくれる。乗り物はメリーゴーランドじゃなくて小さなブランコだけ。座るとブランコがふわりと浮かんで雲の上を優しく揺れ始める。下を見ると昔の自分が手を振っている。泣いていた自分、笑っていた自分、夢を諦めた自分。ブランコが一番高く上がったとき、風が耳元でささやいた。まだ遅くないよ。降りるとうさぎが綿あめを一つ。味は忘れていた夢の味。お別れの時、チケットの半券を渡された。裏に小さな文字。次は大人の君と一緒に乗ろう。雲の観覧車がゆっくり止まる。目覚めたら枕元に小さな風船の形のキーホルダーが一つ。振るとかすかにメリーゴーランドの音楽が聞こえた。今夜も夢を忘れそうになったら屋上へ行ってみよう。
雲の上、遊園地はまだ開いているから。雲の上の美術館。雨上がりの夜、屋上に上がったら、雲が大きな白いキャンバスになっていた。その上に額縁だけの扉が浮かんでる。看板は雲上美術館、キャンバス。館長は耳に絵の具のついた白いリス。いらっしゃい。今日はどの部屋を見ますか？自分を嫌いになった日の部屋。リスが無言で案内する。最初の絵は暗い色ばかり。失敗した自分、傷つけた自分、逃げた自分。次の部屋へ進むと少しずつ色が増えていく。頑張った日の小さな光、誰かを助けた日の暖色、笑えた日の明るい青。最後の部屋にはまだ真っ白なキャンバスが一枚。額縁に小さな文字。これから描く君。リスが筆を一つ差し出す。あなたが一筆入れるとキャンバスに色がふわりと広がった。完成はまだ先でいい。毎日少しずつ描いて。お別れの時、小さな絵の具のチューブを一つ。色はあなたが選んだ色。落ち込んだ日はこれを絞って少しでも色を足してあげて。雲の額縁がゆっくり閉じる。目覚めたら枕元に小さな絵の具のチューブが一本。蓋を開けるとかすかに昨夜の色が香った。今夜も自分が嫌いになったら屋上へ行ってみよう。雲の上、美術館はまだ開館中だから。雲の上のサーカス。秋の風が強い夜、屋上に上がったら雲が大きな赤と白のストライプのテントになっていた。入り口に小さなチケット売り場だけが浮かんでいる。看板は雲上サーカスミラージュ。団長は鼻に小さな赤い玉をつけたクマ。いらっしゃい。今日はどの席で見ますか？一番後ろでいいです。目立たないところで。クマが無言で一番前の席に案内する。観客は自分だけ。でもテントの中は満席の拍手で満ちている。幕が上がると綱渡りをするのは昔の自分。落ちそうになりながらそれでも一歩進む。ピエロは失敗ばかりの自分。転んで笑われてそれでも立ち上がる。空中ブランコは飛び移れなかった夢たち。でも最後の一振りでちゃんと次のバーに捕まった。ショーが終わるとクマが小さな風船を一つ。中には拍手の音が詰まっている。持って帰って。自分がダメだと思った時これを割ってみて。ちゃんと誰かが拍手してるから。テントがゆっくり雲に戻っていく。目覚めたら枕元に小さな赤い風船が一つ。そっと触るとかすかに遠くの拍手が聞こえた。
今夜も自分を笑いたくなったら屋上へ行ってみよう。雲の上、サーカスはまだ幕を下ろしていないから。雲の上の宇宙船。星が見えない夜、屋上に上がったら雲が銀色の船体のように輝いていた。その上に小さな窓から光があふれていた。看板は雲上宇宙船ステラ。船長は尻尾に星をまとったタコのような生き物。いらっしゃい、今日はどこへ旅しますか？行けなかった場所へ。船長が無言で操縦席に案内する。窓の外は雲の海。エンジンが静かにうなり、宇宙船がふわりと浮かび上がる。旅の途中で星雲のような思い出が浮かぶ。諦めた夢、逃げたチャンス、遠ざかっていった誰か。船長がレバーを引く。ここから君の旅だよ。あなたが握ると船が加速して雲の彼方へ飛び立つ。星が近づき、心の地平が広がる。着陸の時、船長が小さなコンパスを渡す。針は君の心を指している。迷ったらこれを見て。本当の行き先はいつも自分の中だよ。雲の宇宙船がゆっくり着陸する。目覚めたら枕元に小さなコンパスが一つ。針がかすかに揺れていた。今夜も遠くへ行きたくなったら屋上へ行ってみよう。雲の上、宇宙船はまだ待機中だから。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。